こちらでは、女性会社員、美咲の恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、甘い失敗、シュークリームで始まる約束。橋本美咲は、物流部に配属されて2年目の会社員だ。伝票を確認しながらデータ入力と赤ペンを走らせる日々。その日の午後もトラックの配送手配を確認していたつもりだった。だが、一つの数字を打ち間違え、トラック便が2時間ずれてしまった。橋本さん、このままだと倉庫の出荷が間に合わない。慌てて声を上げた先輩社員の顔を見た瞬間、美咲は血の気が引いた。私、配送手配間違えた。頭が真っ白になって動けない。でも何とかしなければ。配送を修正するために電話を取ろうとするも、手の指が震えてしまう。そんな時、隣の部署から背の高い男性が歩いてきた。橋本さん、落ち着いて。今は手が空いているから、俺が対応するよ。ドライバーに直接連絡して、ルートを組み直せばまだ間に合う。落ち着いた低い声。その人は船木翔太、2歳年上の先輩だった。普段は関わりが少ないが、社内で頼りにされている人だと噂には聞いている。船木さん、すみません。大丈夫。次から気をつければいいよ。現状の手配書を見せて。はい、これです。すみません。大丈夫。美咲の肩に軽くポンと手を乗せ、わずかに笑ってみせるその顔に胸が高鳴った。ミスをした恥ずかしさと、救われた安堵感とが入り混じって、美咲はただ小さく頭を下げるしかなかった。翌日、どうしてもお礼が言いたくて、美咲は休憩室で船木を捕まえた。船木さん、昨日は本当にありがとうございました。何かお礼させてください。すると船木は首を振る。いや、いいよ、仕事だし、俺も慣れてるから。それに、俺もミスをした時はいろんな人に助けられてきたしね。そうやってみんな成長していくんだよ。もちろん、俺もだけどね。爽やかな笑顔を見せる船木だが、美咲はそれでも引き下がれない。胸の奥のざわつきが、美咲を突き動かした。それでも、どうしてもお礼したいんです。思わず声が大きくなり、休憩室にいた他の社員がちらりとこちらを見る。顔が熱くなった。船木は少しだけ考えてから、窓の外を指さした。じゃあ、そこまで言うなら、あそこのコンビニに売ってるシュークリーム。俺、あれが好きなんだ。リクエストしてもいい？シュークリームですか？あれ、甘いもの、結構好きでさ。意外な一面に、美咲は思わず目を丸くする。頼れる先輩の甘党なんて、なんだか可愛い。わかりました。今すぐ買ってきます。事務所を勢いよく飛び出した美咲は、潮の匂いを含んだ風が吹き抜ける愛知県飛島村の道を小走りで駆けてゆく。汗をかきながらシュークリームと缶コーヒーを買い、笑顔で差し出すと、船木は少し驚いた顔をして受け取った。っていうか、本当にいてくれたの？なんか逆にごめんね。こんなに走らせちゃって。でも、ありがとう。どうぞ。船木はシュークリームの袋を開けて、嬉しそうに口に運んだ。やっぱりうまいな。頬をほころばせて食べる船木。その姿を見て、美咲の胸の鼓動はますます速くなっていった。数日後、美咲は自分の得意なお菓子作りを活かそうと決意した。作り慣れているシュークリームだが、今回は助けてくれた船木のために特別なものを作りたい。船木の顔を思い浮かべて味を調整しながら何度もクリームを炊き、ついに納得のいくシュークリームが完成した。船木さん、喜んでくれるかな？次の日の休憩時間、美咲は一生懸命に作ったシュークリームが入った箱を船木の机にそっと置いた。船木さん、これ、よかったら食べてください。もしかして橋本さんの手作り？はい、シュークリームです。緊張で声が震える。船木は箱を開け、一口かじった。次の瞬間、目を大きく見開く。うまい。生地がサクサクで香ばしい。それに、クリームの甘さもちょうどよくて、俺の好みだよ。
こんなシュークリーム初めて食べたかも。その言葉に、美咲の方は一気に熱を帯びた。よかったです。船木は少し笑って、柔らかい声で言う。橋本さんって、すごいね。こんなに美味しいシュークリームを作れるなんて。お菓子作り、趣味なんです。休日はよく焼いてて。なるほど。甘いもの好きの俺には、たまらない趣味だな。船木さんが好きなお菓子があれば何でも作るので、いつでも言ってください。本当にいいの？またリクエストしちゃうよ。勢いで言ってしまった。そして、言ってしまった後で、しまった、と後悔して顔が赤くなった。でも、彼の茶化すような言葉に、美咲は笑い、心の距離が一気に近づいた気がした。やがて二人は、お菓子やスイーツの話で盛り上がるようになった。そしてある日、船木が不意に言った。名古屋のホテルでスイーツビュッフェをやってるでしょ。男一人だとなかなか入りづらくてさ。今度一緒に行ってもらえないかな。それって。胸がドキンと跳ねる。頬が熱くなるのを感じながらも、美咲は笑顔でうなずいた。行きたいです。船木さんと一緒なら絶対楽しいです。いや、そのリアクションはさすがに俺もちょっと照れるけど。船木は罰が悪そうに目を細め、優しくうなずく。その笑顔に、美咲の心はふわりと浮かんだ。偶然のミスは、思いがけない幸せを運んでくれた。名古屋でのホテルスイーツデートは、その幸せをもっと大きく育てる始まりになるに違いない。こんにちは。今回はですね、あなたから共有いただいた短編小説甘い失敗とシュークリームの約束、この抜粋を、一緒に深く掘り下げていこうと思います。はい。物流部に勤める若手社員橋本美咲さんが主人公で、どうやら恋愛の始まりを描いた物語みたいですね。いただいた資料を見ると、まさに主人公美咲さんのその仕事上のミスが物語を動かすエンジンになってるんですよね。そうですね。でそれをフォローしてくれた先輩社員の船木さんとの間に、シュークリームっていうなんとも可愛らしいアイテムを介して交流が生まれていくと。では早速その物語の発端から見ていきましょうか。美咲さんが日常業務の伝票確認とデータ入力中に、ミスを犯してしまう。トラックの配送手配で数字を打ち間違えて、配送便が2時間も遅れちゃうんですね。うわー、これは大きいですね。大きいですよね。で先輩から倉庫の出荷が間に合わないって厳しく指摘されて、美咲さんも完全にパニック状態に。失敗そのものっていうより、それが引き起こすであろうその連鎖的な問題への恐怖みたいなものが彼女を思考停止に追い込んでるんですよね。でこの絶体絶命のピンチに颯爽と現れるのが隣の部署の船木さん。はい。彼は状況を見るなり、落ち着いて俺が対応するよと、もうすごく冷静。しかもただ声をかけるだけじゃなくて、すぐにドライバーに連絡を取って配送ルートを再調整するっていう具体的なアクションを起こすんですよね。この船木さんの登場シーン、なんかもうヒーローみたいですよね。彼の冷静さとその問題解決能力の高さっていうのが際立って、美咲さんだけじゃなく読者にとっても、この人頼れるなって印象付けられる。確かに。しかもその後の彼のアフターフローがまた素晴らしいんですよね。美咲さんを一切責めずに、次から気をつければいい、誰にでもあることだからって励ましてくれる。なんて、この一連の対応ちょっと完璧すぎませんか？確かに。そして翌日、美咲さんは行動を起こすと。どうしてもお礼がしたくて休憩室で船木さんに声をかける。でも船木さんは、いや仕事だし俺も助けられてきたし、そうやって成長するんだよなんて言って、あくまで謙虚に受け流そうとする。でも美咲さんはそこで引き下がらない。どうしてもお礼をしたいんですって食い下がるんですよね。そうそう。周りの目も少し気にするくらい、声が大きくなっちゃうくらい、彼女の感謝の気持ちは本物だったんだなっていう。この美咲さんのまっすぐな、なんていうか推しが船木さんのガードを少し緩めることになるんですね。はい。で少し考えた後、彼が提案したのが意外なリクエスト。じゃあそこのコンビニのシュークリーム、あれが好きだから買ってきてくれる？このリクエスト絶妙ですよね。仕事ができるちょっとクールな
感じの先輩の予想外の甘党っていうそのギャップ、美咲さんがなんだか可愛いって感じるのもすごくわかります。そして美咲さんの行動がまた本当に早い。汗をかきながらシュークリームと、あと気を利かせたつもりの缶コーヒーですかね、それを買って戻ると、船木さんはその速さにちょっと驚きつつもありがとうって嬉しそうに受け取る、この瞬間2人にあったその先輩後輩っていう壁がほんの少しだけこう平らになったような、そんな気がしますよね。そうですね。船木さんが美味しそうにシュークリームを食べる姿を見て、美咲さんの鼓動はさらに早まる。はい。でそれで終わらないのがまた美咲さんの素敵なところで、そうなんですよね。数日後、彼女は得意のお菓子作りで改めて感謝を伝えようと決意する。しかもただ作るんじゃなくて、船木さんのためにっていう明確な目的意識を持って、船木さんの顔を思い浮かべながら味を調整して、何度も試作を重ねて納得のいくシュークリームを完成させる。このプロセス自体がもう彼女の特別な気持ちの表れですよね。応援したくなりますね。なりますよね。そして休憩時間、すごく緊張しながら手作りシュークリームの箱を船木さんの机に置く。よかったら食べてくださいって声が震えちゃう美咲さん、このあたりの描写もなんか初々しくていいなって。そしてここでの船木さんの反応がまた物語を大きく動かすんですよね。うまいだけじゃなくて、すごく具体的な言葉で絶賛するんです。うわー、これは嬉しいですよね。単に美味しいだけじゃなくて、俺の好みだとまで言ってくれる。そしてここから会話がすごく自然に弾み始める。美咲さんが実はお菓子作りが趣味だって明かすと、船木さんはなるほど、甘いもの好きの俺にはたまらない趣味だなってすごく嬉しそうに反応する。その勢いで美咲さんは思わず、船木さんが好きなお菓子があれば何でも作るのでいつでも言ってくださいって宣言しちゃう。言っちゃいましたね。船木さんが本当にいいの？またリクエストしちゃうよってちょっと茶化すように返すんですよね。このやりとりで2人の間の壁がなんかもうほとんどなくなったように感じられますね。この手作りシュークリームの一件から2人はお菓子とかスイーツの話で盛り上がるようになるわけですね。まさに共通の趣味が2人の関係を育む土壌になったと。そうです。そしてクライマックスと言える展開が訪れます。はい。ある日、船木さんから決定的な一言が。名古屋のホテルでスイーツビュッフェをやってるでしょう。はい。男一人だとなかなか入りづらくてさ、今度一緒に行ってもらえないって来ましたね。これはもう紛れもなくデートのお誘いじゃないですか。そうですね。美咲さんの返事ももうこれ以上ないくらいストレートで、行きたいです、船木さんと一緒なら絶対楽しいですって満面の笑顔。彼女の素直さが本当に魅力的だなと。船木さんも、いやそのリアクションは俺もちょっと照れるけどとか言いつつ嬉しそうにうなずく。このあたりのやりとり、なんか甘酸っぱいですね。そしてこの抜粋は、偶然のミスは思いがけない幸せを運んでくれた。名古屋でのスイーツデートはその幸せをもっと大きく育てる始まりになるに違いないという未来への期待を感じさせる言葉で締めくくられてるんですね。仕事での失敗がきっかけでこんな風に人間関係が良い方向に転がるなんて、ちょっと羨ましく感じたりもするでしょうか。もしかしたらあなた自身の経験の中にも、なんか予期せぬ出来事とか、誰かのちょっとした優しさ、あるいは自分のこれが好きっていう気持ちが思いがけず新しい扉を開く鍵になった、そんな瞬間があったかもしれませんね。そういう記憶と重ね合わせてみるのも面白いかもしれないですね。最後まで聞いていただきありがとうございます。美咲のプロフィールはこちらです。お菓子作りが大好きな24歳の会社員です。彼女のイラストギャラリー動画を YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。